皆さんこんばんは。ようこそミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズへ。深夜にぴったりなスリルと好奇心を満たすほんのひととき。ホストは私住信也と加田聡と桐山和久です。この番組は YouTube で配信中のバンピリックオーディオミステリー X&B がお届けするオカルトミステリーポッドキャストです。はいや、よっしゃ。さあ、はいとうとう11月に入りました。入りましたね。寒い。もう寒い。いよいよ生きていけないんじゃないですか。12月あたりもうやばいですよ。四季が帰ってきたよ、ね日本に。本当ですよ。はいいやでもね、もうこの11月入った途端なんですけどもね、なんすか。ミッドナイトスナックえ終わります。あはい、すいません。だなんで始まって終わんねんっていうね。まあね。続いてくれよ、ずっと。あーずっとやろうよ。はなんでな。なんでな。どこに向かって喋ってます今。予算減ったかな。違う。違う。めちゃくちゃ現実的なこと言うと、ストーリーズエディションが終わったから。あ、そういうことですか。シーズン2が終わっちゃった。交互にやるものがなくなったいやなくなったからもしさ次やるときほらでも俺らまだ温泉行って、あそうだ。タスク残ってますよ。心霊スポット行って心霊スポット行ってでなんとか狩りし狩り行っててでピザピザもないよ。あ、ピザ。うん、ピザがないやんか。ピザがないそもそも台本がある。今ちょっと電話してピザ屋さんに間に合わないかもしれない。無理かすぐ持ってきて。すぐ持ってきて多分20分ぐらいで持ってきてくれるから20分間喋り続けるけど。ちょっと頑張るよ今からオープニングオープニング20分。オープニング20分喋ろう。あるからね俺たちそれぐらいうんベラベラ喋るけど。うんいけますけどねはい。まあでもねどんな感じになろうかねそういや、このまあそうですね。ねはいはい最終回最終ちょっ回。と楽しみにさせていただきましょう、はいそれでは始めましょうミッドナイトスナックブラッド&ストーリーズ最後までごゆっくり。この番組は世界のオカルトをテーマに語るブラッドエディションとオーディオドラマ X&B をお届けするストーリーズエディションを交互に配信していきます。今日はブラッドエディション会、そしてミッドナイトスナック自体の最終回です。です。はい。はい。ピザはまだですか。ピザはないですかね。そうでピザすね。ずっと待ってた今結構待ってる時間あった。はいはい。なんかピザ待ってたんですけどね。残念ながらまだ来ないわけですね。来ないっぽいです。今回は。まあ X&B シーズン2振り返っていきましょうか。よしはい。はい。いやーどうでしたか。どうでしたか。どうでした今回でも1話からさ、うんもうすぐなんか事件っぽかったよね君たちは。もうなんか確かにずっとなんかあれ何バタバタしてましたよ我あれ結局何や々。ったあれはなんか勝手にうん組織のうん場所のものを掘り返してたら、うそれがバレてうん銃に追われるっていん、う。なんか別に誰かに依頼されたわけでもなくってこと。好奇心でしょうね。やめろって言ったんですよまあ依頼は依頼だよ。ビョルンはね。かな。やめろよって言ってたんですよ。そうなんです。ビョルンが。ここにありがたいことに台本がすごいよね。全ての台10本があります話分の台本がすごい量す数。ごいあります熱いぞ。じゃあ加田君さ、はいそれもええねんけどちょっとこれ見せてやってよ。まとめてあ、分厚さですうん10か。話分どれぐらいの量があるかうん原稿にしてこんだけあります。すごい量。はい。こんだけたくさんいっぱい喋ったんだねいっぱい喋りました。あこれぐらいの量がありすます。ごい量あるねよ。いやどんな感じになるんですか。いや、そうですね。うんもうほんまになんかボリュームはアップしましたよね。そうですよね。だって前回全7話でしたからね。うんプラス3話あるだけで相うん当たくさん喋った気しますけども。いやじゃあちょっとこの後話していきましょうよ、この話ね。そうでしょう。はいはい。じゃあね今夜のテーマ X&B シーズン2振り返りということで、ここからはオカルトとミステリーをスパイスに夜のスナックタイムを一緒に味わっていきましょう。はい、今夜のテーマは X&B シーズン2の振り返りというわけなんですけども、いやこんだけのね台本がありまして、はい。どうですか、どこがなんか見どころでした自分の中で。いや、見どころ、うんそうですいやいっね。ぱいあったっすよ。私としてはやっぱりビョルンとのうん喧嘩喧嘩ねのところとかっていうのも初めてあったし、うんやっぱりブロドとの決闘のシーンとかっていうのはいはいはいははいやっぱ印象的だし、血の気多いですねお気に入りやなっていうところで、最初に言ってたさ、うん第1話のそのオープニングはいはいはいのはい。なんか最初に追われてるところとかうんはなんかやっぱ帰ってきたなって感じがして、そうですねあ。そうなんや。X&B 帰ってきたな。あそうなんや。何
いや俺待ってたからさ、うん、そこまだ第1話そうか、僕一言ペロって喋っただけなんです一よ。番最後に、はい、ペロって喋っただけ。ペロッはい。まだ帰ってきてる感なかったですかそこでははい、1時間半ずっと君たちのこと見てたんで。帰ってきてる感なかっまあたでも楽しかったですねやっぱり最初からずっとね。そうですね、すごい分厚さですから。本当ですね。いやこんだけ喋ってんだ。桐山君どうです？いやそれこそ僕今回やっぱね喧嘩するシーンがやたら多かったので、うんまあエクストもそうだし、うんあとネロもそうですけど、そうですね。まあねお二人とも僕から見たらやっぱ先輩なわけじゃないですか。山下さんも岡田さんも。その割には舐めとるな。だからその先だからって言った違うだから役があるとね、はいはい先輩に対してうん普段絶対言わない暴言とうんはいはいか口調の荒さみたいなのができるじゃないですか。出しても問題ないもん。問題ないし役だしっていう、うんそうね。だって僕首絞めてんですよだって。ところどころ顔に出るで。出てるで。ところどころ先輩を漏れてる漏れてる漏れてる。って言わせることができるのはやっぱり台本があってこそですから。なるほどなるほど。そこがなんかね楽しいなっていうお芝居の世界に入ってよかったなみたいな。今までのミッドナイトスナックも台本やったもんな。そう一語一個俺全部台本なんですよ。そう毎回なんかすごい量の厚みのね台本が送られてくるんでね。わかるわかる。結構厳しいじゃないですか。うんもう絶対一語一句一語一句ねちゃんと守って喋れよっていう指定のもと我々喋ってるので。ほんまこれぐらい。ほんとこれぐらいの台本が1話これぐらいの台本があっ毎て、すごい言わされてる。すごいですよミッドナイトスナックに。だからほら前回の収録の時僕ねやっぱ喉の炎症が起こってたじゃないですか。確かにそれだってこの台本の量を前回8本撮りですかしたわけですからそれは喉も枯れますわ。枯れますわ。共同なってんね。強いっていうな。ことなわけですよ。鍛えられた。ね強くなったな。そう。だってもうこれ24回目ですか今回、うん強くなった。すごいですね。めちゃくちゃ俺たちの理解度を高めていってくれてるけど深めていってくれてるね。まあでもこの中でもさ、このまあ台本の話に戻んねんけど、戻りましょこの中でもなんかセリフは自分のセリフで好きなもんあった？なんかう。自好きなセリフか。いや喋りすぎてるんですよ多分。喋ってるからな。そうやな。ねいっぱい喋ってるから。今必死に。いやわかるわかる。候補が多すぎてなんかちょっとわからん時あるよね。でもそれぞれでどの話でもなんか決めのセリフじゃないけどなんかいろいろあったじゃないですか。ここは大事なセリフだなってのがね。シーズン1やったら自分のことを明かすセリフ、ブログに対して明かすセリフとかめっちゃ好きやった。ダンピールっていうところをね。あれめっちゃ好きやったし。で今回やったら噛みつくしもうやられかけた瞬間に起死回生で噛みつくところとかっていうのはやっぱ印象に残ってる。ああなるほどね。桐山君はどう？うわ僕どこだろうな。最初のそのネロと取っ組み合いしてるところですかね。玄関ガチャからのお前っていうあそこのくだり。なるほどね。あそこ一応ね情景としては僕がこう馬乗りにされてるわけですよ。その山さんが上に乗っかってるんだっていうのを想像しながら山さんとかもネロですけど、なんか面白くてだんだんなんかこう僕多分その戦闘シーンとかそういう日常にないシーンをやたら楽しんじゃうところがあるらしくて、でこう馬乗りになってるんだなを想像しながら僕はだから下でグーってこう必死に抵抗してるんだなと思いながらうーって喋ってるのがなんか楽しかったんですよ。なるほどね。でも分かるかも。俺もネロのこと足毛にしてるシーン好きかも。多分ねなんかネロがそういう人なんでしょうね。やられが似合うというか。俺だと確かに俺ブースの中でこうやって記憶あんねん。言いながら。なるほどね。よりね。そうちゃんとやってて俺。体もね。そう体も動かしてやっててすごく気持ちよかったね。それある意味そうしてることが。そうやね。いや俺あと何個かやっぱあんねんけど。ビョルに対して嫌なら帰っていいありましたね。2回は言うんか。あれが何気に好きでしたね。その時の状況とやっぱ違うっていうこと。感情が全く別だからねっていう。あと俺がめちゃくちゃ理解できたのが禁煙失敗を言い訳してる。言ってましたね。禁煙失敗。これはまた再開しただけ。あれはめちゃくちゃ共感がすごかった。なるほどと。禁煙する気はないんですか？昔してたこともあるんです。あ、そうなんですか。実はね。失敗して今があるという。失敗しない。禁煙をやめてる。
新しいな。本人をやめてる。やめたんやね。やめてる。本人をやめてるだけ。そういうことや。やっぱもう X は本当ハマり役だった本人をやめてるだけ。こうやってるとね。そういうことや。いやでもほんまに面白いのがさ、こうやって台本パーって見てて面白いのがさ、なんかブロドってさ、B のことよく分かってんのよね。そうですね。でもよく分かってんのに逃げられて、でここはまだちょっと分かってないのにね、反発し合いながら高めていくみたいなね、羨ましいね。分かってんのはこっちのはずやのにっていう俺の方が分かってるぞ思いがね。なんか不思議だよね世の中って。うまいこといかへんな。磁石みたいなもんなんじゃないですか。そういうことかな。ね、くっつくものと離れていくものがあるじゃないですか。ままだな。そうだから S と S って似てるかもしれないけど、実はくっつかないよみたいなね。そういうことだね。理解し合えてるからこそっていうのはねあるんじゃないですか。まあだからここが S でここが N ってことか。そういうことなんじゃないですか。そういうことなんだ。だからくっつくんです我々は。なるほどね。あ、だからここもなんか惹かれ合うんじゃないですかやっぱり。そういうことか。いや、やだね。だからこの勝ちのところでこうって言ってるってことね。なるほどね。やっぱ磁力で威力がね増してくる。そういうことなんですね。すごい面白いですね。お互いが壊れへんようしながら。そうだね。ここは殴り合いしてるけどここしてないですもんね。確かにね。でもそういうこと。実は反発しちゃってんの。だから心の反発じゃないですか。心の近づいちゃいけない、近づきすぎちゃいけないみたいな。こっちも遠くから見守っておこうっていうことね。なるほど。だってこっちがどんだけ逃げたって来るんだから。確かに確かに。そういうことなんじゃないですか。いやでもほんまにね面白いこといっぱい結構あったと思うんですよ。いや本当に。どうですか。なんか山さんとかの話もしましょうか。そうですよね。せっかく山さん楽しそうやったね。楽しそうやったねほんまにね。すげえ楽しそうやったね。ウッキウキやったもん。背中が笑ってたもん。俺ら背中しか見てない。背中見てたからあれやけど、背中が笑ってたよね。なんか収録始めよりも進んでいくにつれ山さん自身のテンションも上がっていってなんか乗っていってる感じがしてましたけどね。山さんはなんでおらんねやろうな。わかんない。わかんないけど。山さん？山さん？ありました？あれ知らないと。いやそんなことなんもないけど。いやでもほんまにね山さんもね新しくネロという形で加わりまして、なんですかもうメインキャストなんですね山さんもじゃあ。ねイラストもありますから。ということはもうこっから先山さんは出続けるということです。おっと？そう。あらじゃあちょっとピザでも囲んでどうしてもピザが食べたいらしいです。もしかしたら山さんがピザ持って外で待ってるかもしれない。ちょっと待ってよ。やめてよ。ピンポーンってくんじゃないのこれ。ちょっと山さん生ものはあかんて。お待たせ飽きませんって山さん。来てくれるかもしれない。冷めちゃってる？もしかしてごめんて。多分いないおらへんな。おらん。この感じおらん。残念ですね。はい、残念です。まあ今後もしかしたら山さんがまたこういう場があれば登場するかもしれませんけど、ぜひ髪の毛ピンクにしてきていただいて。なんか今後のさ、X&B でやりたいことある。シーズン3ってことで。ねえ。なんやろうな。新しいキャラも増やさなな。そう。さらに増やさな。どっち陣営にする？どっち陣営にする？探偵側か？次こっちやろ。でももうそっち一人増えたし。いやでもそれでも2対2やんか。そっちチート能力いっぱい持ってるやん。こっちもやんけ。こっちもやないかい。まあみんなやろ。全員チート級ではあるんですやろ？こっちでしょ。記憶操作とかもできてて。これだいぶチートですよ。いや強いよねブロー。強い。どうしようかね次ほんまにね。どうしてくれるんですか。やってみたいこと難しいな。なんやろうな。でもほら偽ルースがいるから金君。あれはね、そっちやわ。こっちになるね。そっちだね。恐ろしい話ですね。いやすごいひっちゃかめっちゃかなるよ。どうしよう。俺は全力で阻止したい。阻止しようとしてるの。気持ちとして。もう言うとく今気持ちとして。全力で阻止したい。次回のシナリオがどうなるか。笑ってんで。向こうで笑ってんで。いやまあでも。こうやっぱりさ、ここの争いとかあったけど、もうちょっと次個人的にやってみたいんじゃなくて見てみたいのはここの関係。そうやね。それもどういう感じで離れていったもっとしっかり。過去の話入れたりとか。もっとしっかりみたい。そうやね。ここの過去の話。過去メインでもいいんじゃないですか。もうこうなってきたら。じゃあいらんか。過去メイン。すごい高い声だ。ちょっと待ってのトーンだけが出たもん。なんか一番最初にねあいつと一体何があったんだって聞いてな。ほんで俺たちはみたいな感じで俺たちのずっと話があって最終話に出てくるぐらいか。
だからほらやっぱシーズン1、2と今ストーリーテラーがビョルンというかビョルン目線のあれが多かったじゃないですか。だからここを一旦その X 目線に C の本編ここで繰り広げていくでいいんじゃないですかね。わお。そうなってくるわとね。おわお。わおほんまに俺次ミッドナイトスナック俺おらんパターンかもしれへんかもしれへん。うんだって出てへんもんって言われたらそれだけやもん。いい感じにじゃあここを山さんみんなわお、ネロおるかもしれんやん。そういうあ、吸血そうネロはおるのねかもしれないわほんまや。ほんまやわ俺ストーリーゼーション振られても出てへんから分からんしごめんなちゃうねん。いやでもどんなことやりたいかな。どんな話が知りたい。その過去話だけじゃなくて。あーでもなんかせっかくね探偵ものなんでもうちょいこう今までなんか血の気の多い依頼ばっかりじゃないですか。やっぱりシーズン1、2ときてなんかもっと平和な依頼をね受けてる描写欲しいですよ。まあ日常会日常会みたいな。的ななじゃ感じね。あちょっとヘラクレス探してくれへん。脱走した逃げたヘラクレスヘラクレス探して急にくれへん。依頼してくる。普通に。うん、なんかヘラクレスが好きなご飯探してくれへん。なんかでも俺とか X オカルトの興味がはいはい。湧くものじゃないとやっぱりウキウキではやってくれるんじゃん。ヘラクレス実はみたいな。なんか実はあって特殊なね実はみたいな。あってみたいなちょっといろいろあってどうって。そうやって喜んで受けるんですそういうことですよね。きっとねはいじゃあちょっとそれでいきましょうか。日常的なものをね日常会ね見てみたい感じはしますけどそうもですね。はいはい。いやーまあ皆さんどうでしたかねシーズン2。そうですねね、全体で見てどう思ったんやろう。いや結構濃厚やったんじゃないですか今回。もう一気に聞いたらすごいよね本当に情報量多かった。スピーディーやし話が。ね。ですね。10チャプター10まであるとは思えへんぐらい。ね10話ですよ。10話ですよ。 10話ですか。ねなかなか全部まとめて聞いたら何分ぐらいになるんですかねこれ。わからん。シーズン1がトータルで2時間ぐらいあったんでしたっけね。でもね2時間半ぐらいはあるんじゃない。あるのかな。あると思うわ。いや2時間半以上あるかもしれないね。だから映画です。映画ですよ。本当につまりは映画だ。皆さんの脳内で動きを補完してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それは我々1日で撮り終えたんですからね。すごい話ですよ。頑張りました。結構頑張ったと思う。頑張りましたよ。何度も何度も聞いていただきたい。はい。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。いや、まあでもほんまにね、楽しい時間を過ごさせていただきました。まあもちろんもちろん。はい。まあ皆さんもどうでしたでしょうか。楽しい時間を過ごせたでしょうか。というわけで本当にありがとうございました。今夜のミッドナイトスナックそろそろお開きの時間です。はい、いやもうねすごいさっきまで感動のエンディングを迎えてたと思ったんですけど、明るくいかせていただきます。いいです。そういうことです。素晴らしいです。最後は明るく締めないと。いやでも皆さんの応援次第でまだまだ先の展開がもちろんもちろんポン出てくると思うので、はい。ぜひですね皆さんからの応援のメッセージなりねなんなりね、お待ちしております。たくさん感想とかも聞かせていただきたいです。ファンアートとかもね引き続きお待ちしてますよろしくおね。願いします。はい。それでは最後に番組からのお知らせです。はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中でございます。感想はもちろんあなたの知っているオカルトストーリー、都市伝説、オリジナルの怖い話などぜひ僕たちに教えてください。投稿はハッシュタグ X&B をつけて X、Instagram、YouTube のコミュニティでシェアしてくださいね。この番組を気に入ってくれたら高評価&フォローもよろしくお願いいたします。そしてX&B グッズがオフィシャルショップにて販売中です。ショップへのリンクは概要欄に記載していますのでぜひチェックしてください。まだ X&B ナイトフォールズカブンシーズン2ザ・サイレント・セイレーンのストーリーをまとめて聞ける再生リストを今日更新しました。待ってましたシーズン2のストーリーを1話から10話まで一気に聞けるのでぜひ振り返ってお聞き直しください。そしてなんと今日お知らせがたくさんあります。まず X&B シーズン1とシーズン2のオーディオドラマの販売が決定しました。ありがとうございます。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてそれぞれの本編に加えて、後日談が特典として収録されているということなんでございます。早速、またシーズン2には後日談に加えてエンドカードも追加されます。どんな後日談なのかどんなエンドカードなのかは購入してからのお楽しみでございます。販売期間については販売時期については、公式 SNS よりお知らせいたしますので続報をお待ちください。さらに、ネロのサイドストーリーの制作も
決定しました。メロ山さんおめでとう。おめでとう。こちらも販売時期については公式 SNS よりお知らせします、はい、シーズン1とシーズン2のオーディオドラマネロのサイドストーリーはオフィシャルブースショップとデジタルコンテンツ販売サイトソルストアにて販売予定ですので、お好きなショップで購入いただけると嬉しいです。はい、ということでなんとまだお知らせなんと、ミッドナイトスナック、特別編を生配信にて開催予定です。ありがとうございます。生です。久しぶりの生配信になるわけですけれども、すげえ、こちらもですね、続報については公式 SNS の方ですねをチェックしてお待ちください。もしかしたらあの人が、あの人がマッテオコルビーノピザ持ってきてくれる？あの人が待ってるコルビーノかもしれない。待ってるコルビーノがピザ持ってくるビーノがピザ持ってくるビーノかもしれないので、まあ生配信でですね、こんなことやってほしいという希望がありましたら、ぜひこちらもコメントしていってください。ピザ食べれるの？ピザだよ。ピザが来るってゲスト。どんどん逃げ道をなくしていく。恐ろしい。次生放送ピザあるんやみたいな。この部屋でさ、ピザ開けたらさ、大丈夫かな？匂い充満してえらいことにしたやつ。いやまあでも楽しみですね。そうですね。ピザ待ってます。ありがとうございます。ピザ待ってます。あの人待ってあげようよ。あ、違うか。そう。主役ピザだと思っちゃった今。ピザコルビーノ。いや違う。ピザを待ってるコルビーノです。はい、それではまた次回のスナックタイムでお会いしましょう。それじゃあ皆さんこれ一応最後です。よし。はい、いきますよ。皆さん良い夜をおやすみなさい。ありがとうございました。またね。ピザ。ここは膝。